はい、大丈夫です。はい、失礼しました。はい、上海焼きそばと、上海焼きそばがお一つ。回りました。お客様ありがとう。お待たせしました。ありがとうございます。出てこ。うわ、やば。上海焼きそばです。うまそう。うわ、やば。めっちゃうまそう。芸術だよね、盛り付けが。柔らかい。美味しい。うわ、中の焼きそばうまい。これうまいわ。よかったじゃん。うわ、うまそう。味付けめっちゃうまね。上品焼きそばパン。おすすめと書いてあった。面白い。こっちはしっかり系だ。あ、そうなの？またよろしくお願いします。懐かしい。好きなのちょっと。レモンのつけばよかった。
ただきます。どういううん、うまい。うん、うまっ。玉ねぎがなかったから人参と細いネギのやつ。昨日アンダーズさんで買った古着のシャツです。今日持っていくハンカチはミッフィー店で買ったハンカチです。ハンカチとバッグとシャツ黄色で合わせました。昨日アンダーザサンで買ったギャップの古着のアウターです。ここの腕のポケットが可愛い。あとここもファスナー付きのポケットになってて、それと別にサイドにポケットもあります。で後ろの襟の中にフードが隠れてて収納できるようになってます。めっちゃ便利、可愛い。薄カーキ、薄グレーみたいなスモーキーな色味です。今日はカジュアルで行ってきます。イエーイ。ここか。めっちゃいい匂いしてる。
しようかな。はい。はい、コーヒー。ありがとうございます。はい。これやりたかったのに。結構売り切れある。どれでもいいかも。でもこの辺欲しい。猫 A です。猫来たかもしれない。お猫 A だ。当たり？狙ってたやつだ。やったー。ほら、一輪挿しだからここ穴開いてる。イエーイ。可愛いわ。ヨドバシカメラマルチメディアめっちゃ綺麗な気がする。美味しそうですね。おお。
自宅に戻ってきました。新宿の紀ノ国屋書店で買ってきた本を紹介します。2冊買ってきたんですけど、まず1冊目がこちら、又吉さんの生きとるわというお話で、これは2026年の1月に出たもので、前から読みたいなと思っていて、ただどんな話なのかは全然わからないんですよね。でも又吉さんの火花も好きで単行本持ってるんですけど、又吉さんのお話読みたいなと思って購入しました。そしてもう一冊が柴咲友香さんの帰れない探偵です。これは最近 YouTube で出版区っていうチャンネルがあるんですけど、そこで綿谷りささんが紹介されていた本で気になって購入しました。出版区っていう YouTube チャンネルはよく見てるんですけど、タレントさんとか俳優さん、文筆家の方が毎回代わる登場するんですけど、1万円で本屋さんで何を買うかっていうのを紹介しているチャンネルです。で、その綿谷りささんが出ていた回で、この本読んだけど手放しちゃったからまた買い戻したいみたいなことでご紹介されてたんですよね。帯に書かれているのを読むと、世界探偵委員会連盟に所属する私はある日突然探偵事務所兼自宅の部屋に帰れなくなった。帰れない探偵が激動する世界を駆け巡ると書いてあるんですけど、帰れない探偵の物語なのかなっていうので気になったので読んでみたいと思います。これは2025年の6月に出てますね。はい、今日買ってきたのが以上の2冊です。今5時ぐらいなんですけど、今日は仕事の続きをこれからやるのと、その後は夕飯の支度をするかなと思います。ちょっとバタバタしそうなので、多分動画はこの後は撮らないかなと思います。以上です。いただきます。いただきます。おはようございます。今9時ぐらいです。今日はこれからブルーボトルコーヒーさんに招待いただいたブルーボトルコーヒー原宿カフェのグランドオープンイベントに参加してきます。以前もブルーボトルコーヒーさんの豊洲で開かれたドリップの体験イベントに参加させていただいて、それも楽しかったんですけど、今日は原宿のキャットストリートに新しくオープンする原宿カフェのオープンイベントっていうことで、今日3月17日なんですけど、オープンは2日後の3月19日木曜日からということで、原宿カフェ先行販売のドリンクとかフードが楽しめるみたいなので、今日は朝食を抜いてちょっとルンルンで行ってこようと思います。その後は割とちゃんと仕事しなきゃいけないので、がっつりやるために家に帰ってきて集中して仕事をしたいなと思います。スタイリングのトップスに新ゾーンのワンピースでお上品な感じでいきたいと思います。では行ってきます。
リンゴとワッフルとそれぞれに相性のいい茶葉を厳選しているので、ベジワッフルがすごい好きなの。嬉しいです。わ、嬉しい。嬉しい。